はい、皆さんこんにちは。今回は世界中の都市を光の線で結ぶこういった映像、物流の CM や旅行の CM などで見たことあるような使えそうな映像を作りたいと思います。エクスプレッションでプログラムを書いていくんですが、少しばかり数学の知識が必要になります。数学が苦手な方もいるかもしれませんが、最後までお付き合いください。それではやっていきます。まずメインコンポを用意します。1920の1080の10秒くらいでいいでしょう。OK を押します。今回は Adobe Stock さんから世界地図を調達したんですけれども、地図なら何でもいいです。少し大きめな地図を1枚用意いたします。まず光の線の出発点を決めます。今回は東京にします。地図の中の東京をコンポジションの中心に設置いたします。そしたらこの地図のレイヤーを 3D レイヤーにいたしまして、レイヤー新規カメラ、名前をメインカメラにいたします。レイヤー新規ヌルコンポジションを作りまして、このカメラをヌルにくっつけます。そうしたらもう一つ新規カメラを作成しまして、フロントという名前でもしておきましょう。作ります。このフロントカメラはポイントを配置するときにプレビュー用というかポイントを配置しやすいように作っておきます。では光の出発点東京の座標を取得したいので、テキストレイヤーをダブルクリックします。するとテキストレイヤーがトランスフォーム960の540でど真ん中に来るようになるので、ソーステキストにエクスプレッションで配列四角括弧で x1 y1 と記入します。わかりやすいようにテキストの色を変えましょう。黄色にします。この x1 y1 と書かれたこれが今東京の座標の位置になります。このテキストレイヤーの名前を東京としときます。今回はレイヤーの名前がとても重要ですので、わかりやすい名前で記入してください。そしてこのテキストレイヤーを 3D レイヤーにします。次に光の到達点、終点を作りたいので、テキストレイヤー東京をコマンド D で複製して、名前をとりあえずポイント2といたします。このポイント2のポジションを使って北京にまで移動してあげます。ポイント2のテキスト、ソーステキストの中身を x の2、y の2としてあげます。ポイント2が x2、y2 になりましたね。では次にやりたいのが、このx1、y1 と x2、y2 の距離、これを直径とする円を描きたいと思います。円を描くためには、エリプスツール、シェイプレイヤー、楕円形ツールをダブルクリック。線を黄色にいたしましょう。2ピクセルぐらいでいいと思います。まずは円のサイズを決めたいので、エリプスパス1のサイズ、ここにエクスプレッションを書いていきます。まずは x1、y1、x2、y2 の値をそれぞれ変数に入れたいと思います。x の1は東京のポイントですね。東京のポイント。x なので四角括弧で0と入れます。y1 は東京のy 軸なので1と入れます。x の2。これはポイント2のポジションの0です。y の2はポイント2の y 軸なので1とします。
次にね、x1、y1 と x2、y2、このね、間の距離を求めたいので、距離を求めるには、レングスメソッドを使います。直径、ディアメーター、レングスの、ここを配列で書いてあげます。x の1、y の1、x2、y の2と書きます。サイズはね、x と y の値を持つ配列なので、ここを直径にしてあげます。すると深円になりました。これが東京、北京間を直径とする円になります。このシェイプレイヤーのね、名前を東京ポイント2としまして 3D レイヤーにいたしましょう。次にね、この円のアンカーポイント、今真ん中にあるんですけれども、右端に移動させたいと思います。右端に移動させるためには、このね、円の半径分 x にプラスしてあげればいいと思います。では、先ほどサイズに書いたエクスプレッションをコピーします。トランスフォームのアンカーポイント、ここにペーストしてあげます。x を半径分プラスしたいので、value 四角括弧0プラス直径割る2。y はそのままでいいので、value の四角括弧の1。z もね、そのままでいいので、value 四角括弧の2としてあげます。するとアンカーポイントがね、ちょうど右端に移動しました。この円の半分だけ使いたいので、円のシェイプレイヤーのね、エリプス1、ここにトリムパス加えてあげます。スタートを 50% にしてあげます。そうするとね、円が半分になりました。オフセットを90度傾けてあげます。これで半分の円、個になりました。ちょっとね、この膨らみが大きいので、エリプスパスのサイズに書いたエクスプレッションの y の値、これを 1.5 で割ってあげます。すると楕円形の半分の形になりました。それではね、このシェイプレイヤー、トランスフォーム、X ローテーションを90度傾けてあげます。次にやりたいのが、この東京から北京に向けてね、この半分の円を Y ローテーションでここに傾けてあげたいんですよね。それをするには、直角三角形の定理を使って、このね、θ 分の角度、これをプラスしてあげます。直角三角形の定理。θ はね、θ イコールアンタンジェント h 分の a ということなので、これを y ローテーションに書いていきます。ではまた、コンテンツのエリプスパスに書いたエクスプレッションをコピーして、トランスフォームの y ローテーション、ペーストします。下の部分は消してしまって、まずは底辺 a の値。x1 と x2 の距離なので、レングス x1、x2 と書きます。高さ h の値は y1 と y2 のこのね、高さの距離なので、レングス y1、y2 と書きます。θ の角度を r という変数にしまして、アンタンジェントはマスアンタンジェント。高さ割る底辺なので、h 分の a と書けます。出したい角度はθなので r と書きます。
すると、ちょっと上に傾いたんですよ。0.2 度ですね。なんでこんなちょっとの値しか動いてないかというと、アンタンジェント、サイン、コサイン、タンジェント、全部そうなんですけれども、こいつらはラジアンという尺度で角度を計算しています。でも、この Y ローテーションはね、1度、2度、3度って度、ディグリーという尺度なので、使ってる尺度が違うんですよね。なので、この 0.2 という小さい値になるんですけれども、このアンタンジェントが使っているラジアンという値をディグリーに変換してあげます。それをするには、ラディアンズトゥディグリーというメソッドがあるので、このメソッドのね、括弧の中にさっきのアンタンジェントを入れてあげます。すると 11.7 度になりました。ちゃんと北京の方向まで角度がプラスされるようになりました。ちょっとわかりにくいのでね、このフロントカメラ非表示にしまして、メインカメラの塗る、これの X ローテーションを傾けてあげます。ちゃんと東京から北京に向けてこう描いてね、線がつながっています。でもまだこれだけでは問題があるんですよ。この北京にあるポイント2、これをね、台湾の台北まで移動させたいと思います。こういう風にね、Y が0度になったらね、円が上の方にまた戻っちゃうんですよね。ついてこないんですよ。これはなぜかっていうと、フロントカメラに戻しまして、この図を見てください。台北の方に動かそうとすると、今度はね、Y ローテーションはマイナスシータ分だけ回転させなければいけないということになります。このね、東京、起点から見て終点 X2、Y2 がどこの値にあるかによってね、このシータの値をね、変更してあげなければいけないということなんですよね。Y ローテーションのシータの値を if 文を使ってね、変更しました。これを見てください。x1 の値が x2 の値より大きく、かつ y1 の値が y2 の値より大きい場合、起点から見て左上の場合、シータ分プラスします。x の値が x2 の値より小さく、y1 が y2 の値より大きい場合、起点から見て右上ですね。180度マイナスシータ。x の1が x の2より小さく、y の1が y の2より小さい場合、右下の場合ですね。この時は180度プラスシータ。x の1が x の2より大きく、かつ y の1が y の2より小さい場合、左下の場合ですね。その時はマイナスシータ。こういう風に書いてあげます。ではフロントカメラのチェックを外しまして、ポイントの2をね、動かしてみて動作をチェックします。ちゃんとついてきていますね。ここまでできたらやっとエクスプレッションの完成です。ではフロントカメラを表示しまして、ポイント2を北京の値に持っていきます。ではテキストレイヤーポイント2、こいつの名前を北京にします。シェイプレイヤーのね、東京ポイント2と書いてあるのも東京北京にします。北京と東京のテキストレイヤー非表示にします。フロントカメラも非表示にして、円のね、シェイプレイヤー、こいつのトリムパス、1秒の時にスタートを 100% にしてあげます。3秒の時に 50% に戻してあげます。こういう風にね、東京から北京に線が伸びるアニメーションができました。では、台北にも線を伸ばしたいと思います。フロントカメラ表示しまして、東京、北京と書いたシェイプレイヤーと北京と書いたテキストレイヤー、
コピーします。テキストレイヤーの方を表示して、ここを名前を台北とします。シェイプレイヤーもね、名前を東京、台北としてあげましょう。そうしたらテキストレイヤーの台北の方を台北の位置に移動してあげます。そしてテキストレイヤーの名前、台北、コピーいたしまして、シェイプレイヤーのエリプスツールのサイズのエクスプレッションに、今ね、北京って書いてあるんですけどね、ここを台北に書いてあげます。トランスフォーム、アンカーポイントのエクスプレッションも北京から台北に書いてあげます。Y ローテーションのエクスプレッションも北京から台北に書いてあげます。フロントカメラ非表示にいたしまして、台北の、テキストも非表示にします。するとね、こういう風にちゃんと台北の方にも線がつながるようになります。ではね、フロントカメラを表示しまして、ポジションをね、ちょっと下げてあげて、地図を広めに表示します。先ほどと同じ要領で、右上のね、このロシアの方と、右下のグアムにもつなげたいと思います。はい、いい感じにね、起点から4方向ね、ちゃんと線が伸びていると思います。はい、では最後に起点をずらす方法をやっていきたいと思います。東京から北京に行って、今度は北京からモンゴルのね、ウランバートルまで線を伸ばしたいと思います。ポイントをウランバートルまで移動したんですけれども、テキストレイヤー非表示にいたしまして、エリプスツールのね、サイズ。これを先ほどと同様、終点の方をウランバートルにしてあげます。アンカーポイントもウランバートルに変えてあげます。Y ローテーションもウランバートルに変えてあげます。今度は起点が北京になるので、エリプスツールサイズの方、起点の方を東京から北京に変えてあげます。アンカーポイントも東京を北京に変えてあげます。Y ローテーションも東京を北京に変えてあげます。ただね、ポジションがまだね、東京の位置にあるので、このポジションを北京のポジションに変えてあげます。すると起点が北京に動きました。フロントカメラ非表示にしてアニメーションを確認してみます。ちゃんと北京からね、ウランバートルに線がね、つながっています。ただ東京から北京に着いた後に北京からウランバートルに行きたいので、これは北京ウランバートル間のトリムパスが1秒から3秒になっているので、これを3秒から5秒にずらしてあげます。するとね、ちゃんと線がぴょんぴょんって伸びていく映像になります。最終的にカメラのアニメーションをつけたり、このね、線にグローをかけたりしてね、100個ぐらいの都市をね、つなげて、こういうアニメーションになりました。なかなかいい具合にダイナミックにできたと思います。冒頭でも話したようにね、物流関係とかね、旅行関係、そういったものでこういう映像は使えると思うので便利だと思います。それでは今回は都市と都市を光の線でつなぐアニメーションを作るでした。最後までご視聴ありがとうございました。